皆さん、こんにちは。宮本です。今日のテーマは、大阪の飲食店で働いた経験です。賑やかな店で働くと、教科書だけではわからない日本語が聞こえてきます。注文、確認、報告、相談。短い言葉の中にも大事な意味があります。今回は藤井さんに話を聞きます。藤井さんは大阪の小さな定食屋で働いていました。よろしくお願いします。少し緊張しています。今日は綺麗な話だけではなく、失敗した話も聞かせてください。わかりました。大阪で働いた1年は、今でもよく思い出します。この話では、仕事の流れに出てくる自然な表現を聞いていきます。難しい言葉だけを集めるのではなく、場面ごとに意味を考えます。まず、大阪で働くことになったきっかけから聞きたいです。友人から店を紹介されて、面接を受けることになりました。その頃は、接客の仕事を軽く考えていました。外から見る店と中で働く店は違いますよね。本当にそうです。入ってみてから考えが変わりました。では、その面接の日から話してもらえますか？はい。その日は、駅から店まで歩く道も覚えていませんでした。ただ、店の前に着いたとき、すごく賑やかな声が聞こえました。面接ではどんなことを聞かれましたか？店長から、忙しい時間に落ち着いて動けるかと聞かれました。その時は、できますと答えました。でも、何をする仕事なのか、まだ分かっていませんでした。自信があるつもりでも、現場に入ると別の力が必要になりますね。面接の後、すぐに試しで働くことになりました。初日は、昼の開店前に店へ行きました。まだ客はいないのに、店の中はもう忙しそうでした。開店前から空気が変わっていたように感じます。先輩たちは、何も言わなくても体が動いていました。僕は、どこに立てばいいのかもわかりませんでした。その時、最初に任された仕事は何でしたか？食器を運んだり、テーブルを拭いたりする仕事でした。簡単そうに見えましたが、店の流れに合わせるのが難しかったです。同じ作業でも、店の流れの中では意味が変わりますね。そう感じました。遅れると、次の人の動きまで止まってしまいます。それで、ただ急ぐだけではダメだとわかりました。急ぐことと周りを見ることは別ですね。はい。最初は急いでいるつもりで、かえって邪魔になっていました。先輩に、まず見てから動けと言われました。大阪の店らしい雰囲気はありましたか？ありました。客との距離が近くて、会話が多かったです。毎度、と声をかける常連もいました。僕は最初、その一言にも返事が遅れました。方言よりも会話の速さに驚いた感じですか？そうです。言葉は分かっても、タイミングが分かりませんでした。笑うところ、返事をするところ、全部が早かったです。接客では言葉だけでなく間も大事ですね。その通りです。間が悪いと、少し冷たい感じになります。でも、無理に明るくしすぎても不自然でした。そのバランスは教わるより慣れるものかもしれません。まさにそうでした。
毎日聞くうちに、少しずつ体に入りました。大阪の言い方も、少しずつ怖くなくなりました。最初に覚えた便利な言葉はありましたか？少々お待ちください、です。何度も使いました。でも、言うだけではなく、その後すぐ動かなければなりません。表現を覚えても行動が伴わないと意味が弱くなりますね。店では、それを毎日感じました。昼の忙しい時間はどんな様子でしたか？11時半を過ぎると、急に客が増えました。外で待つ人もいて、店の空気が一気に変わりました。レジの音、厨房の声、客の注文が重なりました。その中で初めて注文を取ったんですか？その時は手が震えて、伝票の字が小さくなりました。先輩に、読めない伝票は料理を遅らせると言われました。その言葉で、自分の小さな失敗が店全体に関わると分かりました。自分の担当だけ見ていると気づけない部分ですね。本当にそうです。注文を取るだけの仕事ではありませんでした。厨房の人が読めて、客が待たなくて済むように書く必要がありました。そこで書き方も変えたんですか？そこで、大きく、短く、同じ場所に書くようにしました。そうすると、厨房から聞き返されることが減りました。小さな工夫で流れが少し良くなりましたね。その時、工夫することの大切さを知りました。ただ言われた通りに動くだけでは、忙しい時間に間に合いません。ここは仕事に慣れていく流れがよくわかる場面です。最初は一つ一つ考えていましたが、少しずつ先を見られるようになりました。厨房とのやりとりはすぐに慣れましたか？いいえ。厨房の声は短くて、最初は聞き取れませんでした。例えば、2番さんまだ、と言われても意味がわかりませんでした。後で、それは2番席の料理がまだだという意味だとわかりました。店の中だけで通じる言い方もありますね。あります。最初は外国語みたいに聞こえました。でも、わからないまま返事をすると、もっと困ります。わかったふりをしないことも仕事では大切ですね。聞き返すのは恥ずかしいですが、間違えるよりマシでした。先輩も、短く聞き返せば怒りませんでした。どんな風に聞き返していましたか2番席ですか、持っていきますか、のように確認しました。長く説明するより、短く確認する方が合っていました。現場では短い言葉ほど力がありますね。その通りです。ただし、短すぎると冷たく聞こえることもあります。だから、客の前と厨房では話し方を変えていました。相手によって言い方を変えるのは中級の大事な力ですね。大阪の客との会話で印象に残ったことはありますか？常連の人が、今日も顔が硬いなぁと笑って言ったことです。その時は少し恥ずかしかったですが、場が和みました。大阪では、軽い冗談が会話の入り口になることがありました。それに慣れるまで時間がかかりましたか？かかりました。最初は、怒られているのかと思うこともありました。でも、表情を見ると、本気で怒っているわけではありませんでした。言葉だけで判断するとずれることがありますね。声の強さや顔も同じくらい大事でした。そのおかげで
客を見る余裕が少し出てきました。余裕が出ると仕事の見え方も変わりますよね。本当に変わりました。客の注文だけでなく、待ち方も見るようになりました。急いでいる人には、先に声をかけるようにしました。それは経験がないと気づきにくいですね。毎日失敗して、少しずつわかるようになりました。覚える料理の名前も多かったと思います。多かったです。特に似た名前のメニューが大変でした。例えば、焼き魚定食と煮魚定食を聞き間違えそうになりました。一文字違うだけで、厨房の準備が変わります。それは注文ミスにつながりやすい場面ですね。そうです。ある日、本当に間違えました。客は怒りませんでしたが、料理を作り直すことになりました。そのせいで、厨房の人に余計な仕事を増やしてしまいました。ミスそのものより、その後の動きが大事になりますね。店長にも同じことを言われました。すぐ謝って、正しい注文を大きな声で伝えました。その後、似た名前は必ず指で確認するようにしました。失敗をきっかけに確認の方法が変わりましたね。同じ失敗をしないために、少し面倒でも確認しました。大阪の店で特に忙しかった日はありましたか？ありました。近くで祭りがあった夜です。普段より客が多くて、席がすぐいっぱいになりました。店の外にも待っている人がいて、空気がピリッとしました。その日はいつもと違う動きが必要でしたか？必要でした。席を片付ける速さが全然足りませんでした。でも、雑に片付けると、次の客に失礼になります。急ぎながらも、きれいにする必要がありました。速さと丁寧さの両方が求められた場面ですね。その日は、それを強く感じました。先輩は、僕の少し先を見て動いていました。空いた皿だけでなく、次に来る客の人数も見ていました。経験がある人は目の前だけを見ていませんね。本当にそうでした。僕はまだ、目の前の皿だけで精一杯でした。その夜の後、仕事の見方が少し変わりました。忙しい時、チームの雰囲気はどうでしたか？静かな店ではありませんでしたが、声の出し方に決まりがありました。お願いします。出ます。戻ります。短い言葉で、お互いの場所を知らせていました。声を出さないとぶつかることもありますよね。あります。狭い通路では特にそうでした。熱い料理を持っている人もいるので、黙って動くのは危ないです。安全のための声出しでもあったわけですね。最初は恥ずかしかったですが、必要だとわかりました。声を出すようになってから、動きが楽になりました。先輩も、僕のいる場所がわかるようになったからです。店の中では自分の存在を伝えることも仕事ですね。そう思います。黙って頑張るだけでは足りませんでした。慣れてきた頃、任される仕事は増えましたか？増えました。レジを任される時間が少しずつ長くなりました。お金を扱うので、緊張しました。特に、客が並んでいるときは手元が気になりました。早くしなければと思うほど焦りそうですね。その通りです。だから、金額を声に出して確認しました。
1000円お預かりします。というだけで、自分も落ち着けました。言葉が自分の確認にもなっていましたね。客のためだけではありませんでした。忙しい時ほど、声に出すことでミスを減らせました。それは、レジ以外でも使える考え方ですね。料理を運ぶ時も、同じでした。どの席へ持っていくか、必ず口に出してから動きました。雨の日は、店の様子も変わりましたか？変わりました。客は少ないと思っていたのに、急に混むことがありました。駅から近い店だったので、雨宿りのように入る人もいました。濡れた傘やいかにも気をつけなければなりませんでした。料理だけでなく、店の安全も見る必要がありましたね。そうです。床が滑ると、客もスタッフも危ないです。先輩は、入り口の水を何度も拭いていました。僕はそれを見て、地味な仕事ほど大事だと思いました。目立たない仕事が、店の印象を守っていますね。その日は、掃除に対する見方も変わりました。掃除は開店前だけの仕事ではありませんでした。客がいる時間にも、自然に続ける必要がありました。店長から言われて、今も覚えている言葉はありますか？あります。客は料理だけを見ているわけではない、という言葉です。それは、どういう意味でしたか？店の音、表情、片付け方、全部を感じているという意味でした。料理が美味しくても、店が落ち着かないと、また来たいとは思いにくいです。これは、接客の経験が深まる場面ですね。僕も、その言葉を聞いてから、店全体を見るようにしました。空いた席、待っている客、厨房の声を同時に見る練習をしました。もちろん、すぐにできるようになったわけではありません。そこは、毎日の積み重ねですね。昨日より一つ多く気づければ十分でした。そう考えると、焦りすぎなくなりました。後輩が入ってきた時もありましたか？ありました。僕が少し慣れた頃、新しい人が入りました。その人を見て、初日の自分を思い出しました。どこに立てばいいかわからず、同じ場所で止まっていました。教える立場になると、見え方も変わりますね。変わりました。自分ができることと、説明できることは別でした。先輩が短く言っていた意味が、そこでわかりました。忙しい店では、長い説明をしている時間がないからです。でも、短すぎると伝わらないこともありますよね。そこが難しかったです。相手の顔を見て、言い方を変えました。分かっていなさそうなら、一度手を止めて説明しました。それは、自分が苦労したからできたことかもしれません。そう思います。失敗した経験は、後で人を助ける力になりました。働いていて、体力の面ではどうでしたか？思ったより大変でした。立ちっぱなしの日が多かったです。昼の後、足が重くなっても、夜の準備がありました。休めると思った時間に、仕込みを手伝うこともありました。飲食店は、客がいない時間も仕事が続きますね。そうです。客がいない時こそ、次の準備をしていました。そのため、休むタイミングを自分で考える必要がありました。無理をしすぎると、夕方に集中できません。頑張ることと無理をすることは違いますね。
大阪の店で、それを体で覚えました。最初は全部やろうとして、かえって動きが遅くなりました。任せることも仕事の一部ですね。自分だけで抱えないことも覚えました。その店で働いたことで日本語の聞き方は変わりましたか？大きく変わりました。言葉の意味だけでなく、場面を見るようになりました。同じ大丈夫でも、安心していい時と注意すべき時があります。顔や声の高さで意味が変わることがありました。これは教室だけでは学びにくい部分ですね。そうです。店では言葉がいつも動いていました。客、先輩、厨房で同じ表現でも聞こえ方が違いました。だから、単語だけ覚えても足りないと感じました。聞いている人にもその感覚を味わってほしいですね。店の音を想像しながら聞くと、わかりやすいと思います。閉店後の片付けにも印象に残ったことはありますか？あります。客が帰った後の店は、昼と全然違いました。さっきまでの声が消えて、急に静かになりました。でも、仕事が終わったわけではありません。床を拭きながら、その日の動きを思い返しました。片付けの時間が振り返る時間にもなっていましたね。そうです。店長も、最後の片付けで人の性格が出ると言っていました。疲れている時ほど、雑になりやすいからです。そこにも仕事への姿勢が現れますね。僕はその言葉を聞いて、閉店後の掃除を軽く見なくなりました。次の日の朝に来る人のためにも、きれいにしておきたかったです。一日の終わりが次の日の準備にもなっていましたね。それに気づいてから、最後まで気を抜かないようにしました。大阪で学んだのは、そういう細かい姿勢でした。最後に、大阪の飲食店で働いて学んだことを一つ選ぶなら何ですか？自分の仕事は、自分だけで終わらないということです。一枚の伝票、一言の返事、一つの片付けが、次の人につながります。それに気づいてから、店の中が少し広く見えました。今日の話は、飲食店だけでなく、いろいろな仕事にも通じる内容でした。短い指示、確認、失敗した後の動き。中級の日本語では、こういう場面の流れを聞き取る力が大切です。皆さんは、飲食店で働く話を聞いて、どの場面が一番印象に残りましたか？聞き取りにくかった言葉や気になった表現があればコメントに書いてください。次の動画ではまた別の仕事の話を聞いていきましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。それではまた次のエピソードで会いましょう。